こんにちは、みつです。突然ですが、皆さんはイチゴって好きでしょうか？私は九州に転勤した時、イチゴ狩りに行ったんです。それまではそこまでイチゴを食べることはなかったのですが、その時食べた淡雪、佐賀ほのかという品種に感動し、たくさん食べるようになりました。その後、東京へ戻ったのですが、九州に比べて値段が高いと感じました。それなら自分で作ってしまえと、栽培方法について学んでみました。理想は一年中収穫できるいちご農場を作ることです。毎日いちごが食べ放題というのが理想です。そうなると夏のような暑い時期でも収穫できる品種でなければなりません。いちごには一季なり、四季なりという2つのグループに分けることができます。簡単に言ってしまえば、四季なりいちごの方が高い温度帯でも花が咲きやすいので、夏でも収穫できやすいという特徴があります。一方で、四季なりいちごにも欠点があります。四季なりいちごは、一季なりいちごと比較すると味が劣る点です。一般的にスーパーで売られているいちごの多くは、一季なり品種です。しかし最近は、四季なりいちごも品種改良が進められています。良い品種はプロの農家向けで、あまり家庭菜園向けには販売されていませんが、当チャンネルでは比較的新しい品種を育てることにしました。一つ目は四つ星という品種です。四つ星は2014年に品種登録の申請された品種です。登録は2017年になされています。四つ星はかなり変わったイチゴで、種からも育てられるイチゴです。イチゴは普通、ランナーというつるみたいなものが伸びてきて、それが湿った地面の先端に触れると発根します。根付いたら、ランナーを切り離すことで小株が誕生します。種から育てた場合は、通常であればその親と別の性質のイチゴになってしまいます。その常識を破って登場した四つ星はとても画期的なイチゴですね。このイチゴはランナーから増やした苗も販売されていますが、当チャンネルでは種から育てています。種から育てるメリットは病気に感染しているリスクが下がることです。ただし、花が咲くまで結構時間がかかりました。種まきから発芽までが2週間、発芽から開花までは5ヶ月かかりました。2つ目は天使のイチゴです。またはエンゼルエイトとも呼ばれています。エンゼルエイトは2015年に品種登録出願、2018年に登録されています。このイチゴの特徴は何といっても白イチゴであることです。白イチゴで四季なりという組み合わせは珍しい気がします。スーパーなどでも生殖用に売られている品種です。白イチゴは完熟したか見分けるのが難しいですね。種が赤色になったら完熟したサインだとのことです。3つ目が夏の雫です。こちらは2020年に品種登録申請がなされた最新の品種です。東北地方などの冷涼地ではプロの農家さんも使用している品種です。こういった最新の品種は家庭菜園向けに販売されることはほとんどないのですが、手島の苗さんから購入可能でした。ホームセンターなどではまず販売されていないと思います。収量が多く、実も硬い、糖度も比較的高いなど四季なりイチゴの欠点がかなり改善された品種らしいです。個人的にはかなり期待している品種です。次に育成環境について説明したいと思います。一年中収穫したいので、環境をコントロールできる室内で栽培します。部屋は遮光されており、LED ライトのみで栽培します。メタルラックの格子に LED ライトをぶら下げてます。培地は土を一切使わない完全水耕栽培です。実は水耕栽培の前はプランターにヤシ殻チップを入れて栽培していました。これに点滴チューブを挿して自動水やり化していたのですが、プランターごとに同じ水量が入らない、溢れた水を排水処理しなければならない、ヤシ殻チップから大量の小バエが発生する。室内栽培では結構困る問題がありました。そういった経緯もあり、2023年9月中旬から完全水耕で再チャレンジしました。結果としては
今のところ大正解だったと思います。容器に大量の水を入れる水耕栽培なので、まず水やりの心配がありません。1ヶ月くらいなら無補給でも大丈夫そうです。100サイズの発泡スチロールに15リッターの液肥を混ぜた水を入れているのですが、3株定食で1週間で1から2リッター程度消費する感じです。次に良かった点は、肌にコバエ等の害虫がほとんど発生しないことです。いちご栽培をしていると必ずと言っていいほど悩ませられる害虫が、全くと言っていいほど発生していません。プランター栽培の時は、どういうわけか、完全室内でも虫が発生していました。3番目はとても生育が良いことです。根が土の中と違い、抵抗がないので、ものすごい勢いで大きくなります。また、根の状態を直接目視できる点も大きいです。いちごの調子が悪くなる前に、根の色が黒っぽくなっていくので、黒っぽく変色したら、液肥のバランスを調整するなどの前もった対応が可能です。それでは、前置きはこれぐらいにして、実際の育成状況を見ていきたいと思います。今映っているのが、エンジェル8です。この品種、農林水産省のデータベースでは花の数が少ないと記載されていますが、ご覧の通り、我が家では花が咲きまくっています。こちらは夏の雫です。エンジェル8に比べ、花は少ないのですがとにかく旺盛に育ちます。実の形は円錐型でかなり細長いです。葉っぱもエンジェル8に比べて硬いです。今のところうどんこ病も発生したことはありません。病気には強そうな気がします。こちらは四つ星です。夏の雫よりは密集していませんが一つ一つの葉が大きいです。種から育てるとなかなか花が咲かなかったので少し心配していました。9月に種をまいて12月末にやっと芽が出た感じです。四つ星はスーパーなどでも売っている品種なので期待しています。いかがだったでしょうか。現在エンジェル8がやっと収穫できそうな感じです。今後定期的に動画をアップロードし、様々なデータから素人が水耕栽培でどれほど収穫できるか記録を取っていきたいと思います。よければチャンネル登録お願いします。それではまた会いましょう。お疲れ様でした。